こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。今回は野外スケッチ用のガッシュパレットの配置を使いやすいように入れ替えて、色の名前を記録しておきたいと思います。こちらのパレットはホルベインの不透明水彩ケーキカラー12色セットです。不透明水彩の固形絵の具ですね。前回ひっつき虫で固定したものを一度全部外します。名前のシールも紛らわしいので外していきます。シンナーでシールの残った部分をきれいにしていきます。色の配置を入れ替えていきます。いつもよく使っている透明水彩の配置に合わせていきたいと思います。そしてよく使う色が手前に来るように並べてみました。ガッシュは下の色が透けないとか、または透けにくいので、下塗りにするかどうかは実際に使っていかないとわからないんですけど、下塗りでよく使う黄色、それから葉っぱや草を塗る緑系、空や水を塗る水色系、右上に花や実を塗る赤系、左の方に土や木々などを塗る茶色系を配置しました。ここでちょっとおやっと思ったことがあったんですけど、このパレットは混色面、この混ぜる部分が2部分にあるんですよね。で、絵の具を下にして普通に蓋を開くと混色面が上になりますよね。で、混色面が下にあった方が混ぜやすいと思いますが、皆さんどうしていますか？あんまり気になりませんかね？自宅で使う透明水彩のメタルパレットは上と下に混色面があって真ん中に絵の具があるんですね。でもやはりこう手前に混色面がある方が圧倒的にたくさん使ってると思うんですよね。で、そういえば8色のミニパレットを作った時も最初は蓋の混色面が上になるように作って失敗しちゃったんですよ。で、数回使って使いにくかったので、反対になるように作り変えたんですね。ですので今回も色の配色は混色面が手前に来るようにしてで、配置するようにしました。前回ひっつき虫という貼って剥がせる粘着剤を真珠くらいの大きさにしてこのケーキカラーの下の部分に貼り付けたんですけど、やっぱり取れてしまったんですよね。で、それでちょっと考えて、このケーキカラーの、爪の部分とくぼみの部分が緩いことで外れるのだろうなと思って、で、平らの部分ではなくて爪とくぼみの部分を埋めることでもう少し固定できるのではないかなと思いました。それで全体を埋めるのは面倒なので、ひっつき虫を2箇所にして爪の部分につけてからくぼみに押し込むことにしました。最後に色の名前のシールを剥がしてしまったので、次回色を補充するときに名前がわかるように記録しておこうと思います。ただ文字を書いて色を塗るだけではなくって、なんかこういうのもね、スケッチの練習になるんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。結構ね、こういう単純作業が好きだったりもするんですよね。このパレットを持ちやすくするために、ここに裏側にスマホリングをつけてみようかなと思ってます。凹凸があるのでテープでまっすぐになるかな。さっきよりはいいかなっていう感じでこれ水彩のパレットなんですけど、やっぱこういう状態でついてるんですね。こういう向きでついて、こっちの方がいい気がするの。スマホってどうやってつけるんだろうちょっともうちょっと考えてからやろうかな。これなんかこっちでいいのか。ちょっと待って、こうか。
なんでだろう、なんでこういう向きなんだろう。はい、だいたいこんな感じの向きでつけようと思います。こんな感じですね。うん。まあ置いて書くことの方が多いかもしれないけど、一応持って書く時のことも想定して、まあ膝にスケッチブックを載せて書くか、まあイーゼルっていうこともゆくゆくは考えたいんですけど、まあとりあえずこんな感じで、ガッシュパレットのちょっとねカスタマイズをしてみました。まあこれはね、多分重心がこう真ん中にあるからこの向きなんだろうなって思うんですけど、ちょっと私のは片面なので、これは片面なのでちょっとこういう向きにちょっとしてみました。斜めというか、ここも支えたいし、ここも支えたいっていうことで、こんな感じになりました。はい、というわけで今回は野外用のガッシュパレットの配置替えと色の名前を記録する様子を動画にしました。もしかしたら12色の中の青は一つにしてオペラを足すかもしれません。外で描くときは思ったよりいろいろなストレスにさらされるというか、こう圧倒されちゃうんですよね。ですので道具のちょっとした色の順番や選び方が思った以上に気持ちよさにつながることがあります。皆さんも使いやすいパレットを自分なりに工夫してみてくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。